Et la Palme d'Or cette année est de... さすがに足が震えてます。7回も行ったんだよね。もちろん、もらえたことは本当に嬉しいですけども、日本だとなんか、悲願の受賞みたいなことを書かれてるんだけど、ちょっと自分ではそういうニュアンスとも違うなと思っていて、とても尊敬する監督たちとあの場所で再会をして話をするというのは、一人の作り手としては本当に励みになる。焦らずに定員が減るのをずっと待つのがコツなんだよ。東京の下町に周りを高層マンションに囲まれて、誰からも顧みられることのなくなった一軒の家に暮らす、一組の家族の話なんですけれども、彼らはそこに暮らしているおばあちゃんの年金と、あとは生活費は万引きで賄うような、そういう犯罪でつながっている家族なんですけど。子供に万引きさせるの後ろめたくなかったですか？他に教えられることが何にもないんです。社会に見捨てられた人たちが何も起きてないように見える、見過ごされてしまうものの向こうでどんな感情がうごめいてるかっていうようなことをずっとやってきてるんだろうなと思っているので、多分僕の人間観とか世界観とか感情は作品の中に反映されてるだろうと思いますし、僕が子供の頃暮らしていた家も、家に近かったので、僕の部屋は押し入れの中でしたから、押し入れの中から子供が大人の世界を見ているっていうような目線の持ち方に関して言うと、自分の実体験から持ってきてますけど、同じテーマを追い続けようと思ってるわけでもないんだよね。ファミリードラマというものがある種普遍的なもので、国境とか文化の違いを乗り越えやすいモチーフなのかなというのは思ってますけどね。ご無沙汰してます。知ってたのか。どうも。知ってたくせに。ねえ、お葬式じゃないんだから、演技でも。いいじゃない。だってこの子のおかげでみんなこうやって集まれるんだから。そうだけど。ファミリードラマというのを意識して撮ったのは、歩いても歩いてもっていう映画が実は初めてなんだけど、あれは母親を亡くしてすぐ書いた脚本なので、父親が死んだ後も母親を一人暮らしで仕事のこと、映画を作ることにほぼ自分の人生のほとんどを使ってしまっていたので、結構ほったらかしにしたなっていう、そういう後悔ですね。ほとんど家に帰ることもなく、お正月に一回帰ればいい方だったので。いつもこうなんだよな。ちょっと間に合わないんだ。人生はいつもちょっとだけ間に合わないっていう、なんかいろんなことが間に合わなかったなっていう後悔の、親孝行もできなかったな、そんな感情が多分映画を作らせたんだと思います。僕が描いた中で一番近いのはね、歩いても歩いてもと海よりもまだ深くというので描いたキキキリンさん演じる母親、ちょっと辛辣な毒のある、でもユーモアもある母親像に一番近いかもしれないですね。幸せっていうのはね、何かを諦めないと手にできないもんなのよ。たまに家に帰った時に母親が凍らしといたカレーうどんを作ってくれるとか、そういう小さなエピソードはあそこに入れてますけどね。団地で経験する台風の感じとか、それを母親がなんかどこかワクワクしながら楽しんでた記憶として残っているので、なんかそういうのがベースにはなってます。あの時は自分がまだ息子の目線で母親を描いているんだよね。奇跡とかそして父になるになって初めて自分に子供ができて親の目線でファミリードラマというのを撮っていて。取り違えって本当に啓太は私たちの子じゃないんでしょうか。息子を取り違えられた2つの家族。啓太は佐伯さんの家族に似てきます。それでも今まで通り愛せますか？愛せますよ、もちろん。
ソファーで寝てた福山さんがソファーの隙間からもらった花の茎だけ取り出すっていうのは、そうね、父の日のプレゼントね。あれはそのままですね。僕の実体験ですね。パパは何になりたかったの？なりたいものになれた？パパはまだ慣れてない。でも大体出てくるのダメな人ばっかりだよね。男の人は特にね。僕がそういう男たちを見て育ってるからじゃないですかね。それが出ちゃうんじゃないですかね、やっぱり。ダメなところを多分出してるんじゃないですかね。毎朝思ってました。今日やめようって思ってました。20代のこの仕事始めて1年目2年目ぐらいはずっとそう思ってましたね。仕事は辛かったですけど、その自分が自分で選んだ映画を自分で自主制作してたので、なんかそれが心の支えだった。それを取るためにお金稼ごうと思ってアシスタントの仕事もやりましたけど、それでなんとか乗り越えられたんじゃないですかね。今全く思ってないですよ。今は楽しいです、毎日。撮影して夜編集したら脚本直して、翌日その直した脚本で撮影をして、こう3つが同時に進みながら撮影が進んでいくっていうやり方をしてる。家族の中での立ち位置の変化みたいなものが起きると、意外と新鮮にまた家族の劇が描けるな、撮れるなっていうのはあるもんですから、今56歳ですけど、これ60歳超えるとまた違うファミリードラマが撮れるのかなというふうには思ってます。これ若い頃のは多分ね、うわ若いね。同世代同時代のとても尊敬する監督さんです。日本に来た時にチャオタオさん一緒にお寿司食べ行ったり、80年代に僕がまだ映画監督になる前の大学生の頃に中国映画が日本でブームになって、その時はチェンカイコーとかチャンイモとか、日本では伝送層って言ってましたけど、映像というのはとても印象に残ってますけどね。これがですね、僕実は子供の頃ボーリングすごい得意で、今ね子供といい勝負になっちゃってるんですよ。ちょっとやばい。ちょっと父親の威厳が失われてるので、少し練習しないとやばい感じです。まだ昨日火鍋を食べて、本当は歩きたいんだけどね。公開初日のイベントの時にはショートケーキを記念に作ってくれたので、僕が子供の頃は母親は不二家のケーキの工場で働いていたので、仕事が終わると売れ残ったとかちょっと型が崩れたケーキをパートのおばさんたちがみんな分けて持ってきちゃうのよ。僕は学校から帰ってくると冷蔵庫に必ずその不二家のケーキがあるっていうのはもう日常的だったので、それが良くなかったね。甘いものに毎日そのシュークリームだとかエクレアとか